よもやまジャパン。暮らしの悩みから歴史経済政治の疑問まで知りたい気持ちを刺激する小さな扉になれたらいいな。第6回。なんで愛子様は天皇になれないの？今日はトウコの家に週刊誌を片付けるお手伝いに来ています。あった。もう一度見たかった記事。いい？読むわよ。国民の 70% が愛子様に天皇になってほしいと願っている。まるで人気投票みたいだね。これぞめいいよ。私たちは愛子天皇の誕生を心から待ち望んでいるのよ。愛子様はどう感じているのかな？困っているかもしれないよ。去年の12月で愛子様も24歳。バブルの頃はさ、クリスマス理論が流行って私たちを焦らせたものよね。そういえばそんなのがあったね。ケーキが売れるクリスマスイブ、24は適齢期、当日の25ならギリギリ売れる。26を過ぎると売れ残り。今はそんなこと言ったらボコボコにされそうだね。でもトンコ、愛子様は結婚したら皇室から離れるんだよ。それ結婚して所帯を持つんだからね。そういう意味じゃないの。そもそも愛子様は女性だから天皇にはなれないんだよ。え？何それ？ははー、わかった。あれでしょ。皇族の決まりごとにそう書いてるのね。なんだっけ？皇室てっぺん？皇室典範ね。今時古いのよ。皇室の女性差別反対。男性差別ならわかるが、女性差別とな。出た、明治。言ってる意味わかんないし。一般女性は婚姻によって皇族になれるが、一般男性は皇室に入ることはできない。見方を変えれば、女性皇族が婚姻とともに皇族ではなくなるのは、一般男性を皇室に入れないためとも言える。なんで一般男性は皇室に入ることができないの？天皇は神の子孫とされる特別な家系。それはわかるな？うん。伝統的な血統に一般男性の血が勝ることは許されないことじゃよ。ちょっと待って。美智子様も雅子様ももともとは皇族ではなかったでしょ？一般女性は天皇になる子供を産むことができるのに、一般男性は皇室に入って子供を作ることができないって、なんで？遺伝子の観点から簡単に話すじゃん。できるだけ簡単にね。人間の性染色体は男性が XY、女性が XX、Y が一つだけあるが、男女の間で生まれた子供が女子なら XX になり、Y 染色体を失ってしまう。Y 染色体は男性だけが持つ遺伝子だからだ。つまり、男系を連綿と引き継いで、天皇の Y 遺伝子が2700年続いているのだ。でも明治、推古天皇や持統天皇は女性でしょ？そうじゃな。当時は天皇の子供だから天皇になれた。だが、その子供が次の天皇へと血筋を継承するケースは存在しないようだぞ。じゃあ、愛子様は天皇になれるのね。現在の皇室典範では、女性には皇位継承権がないのじゃよ。皇室の女性差別反対！皇室典範改正！ここからは少し未来を見てみよう。さあ、女性が天皇になれるよう法律が変わりました。愛子天皇万歳！同時に変更しなくてはならない点がある。うさき、どこを変えるかわかるかの？婚姻と同時に一般国民になるところ。そうじゃな。まさか愛子様に結婚しないでくれとは誰も望んではいないだろう。そして婚姻後も天皇として愛子様は皇族に残ってくださった。さて愛子様はどんなお相手と結婚なさったのだろう。そりゃ運命の人と結ばれたのよ。愛子様の運命のお相手が一般男性だったら？秋篠宮家の眞子様のように？そうじゃ。
すでに皇室典範は改正済み。愛子さまは皇室を離れずに天皇になれた。そして男の子が生まれた。この子は誰のY遺伝子を持っている？男性から男性へと受け継がれていく遺伝子だから、旦那様の遺伝子ね。ってことは、一般男性の遺伝子？そういうことじゃ。面々と引き継がれてきた天皇の Y 遺伝子は、ここで途切れてしまうのだよ。ちょっと待って。一般国民が天皇に。それは、耐えられない違和感の重さ。今も愛子様がいい、悠仁様がいいと人気投票のようなことが起きているが、さらに一般人が混ざったら大混乱が生じるのは間違いない。イケメンが天皇になれる。みたいな、やだ少女漫画みたい。日本の未来がそこまで変わるなんて思ってもみなかったよ。皇室典範を変えることはガラスの織物をほどくような危うさがあるんだね。取り扱い注意。だから有識者や政治家の間では、男系男子一択を唱える人が多いんだよ。長い歴史の中では、誰が天皇になるかで戦いが起きたこともあるのよね。そもそも天皇中心の国づくりの始まりは、西暦645年の大化の改新。大化は日本で一番最初の元号ね。大化の改新は中野上の王子と中富の鎌足が蘇我氏を倒した国政改革のことよね。あれ？中富の鎌足じゃなくて藤原の鎌足だったかな？同じ人物じゃよ。藤原という名字は亡くなった際に賜った名字。つまり生きていた頃の彼は中富の鎌足で、藤原家のルーツとしては藤原の鎌足というように使い分けられているのだ。その話からどう天皇家の争いにつながるの？中野上の王子は後に天智天皇となるのじゃが、天智天皇が亡くなった後、大きな内乱が起きた。西暦672年の新進の乱じゃ。戦ったのは中野大江の王子の弟と中野大江の王子の子供、つまり叔父と甥いとの行為をめぐる戦いじゃった。どっちが勝ったの？天皇の弟である大海人の王子だ。彼は後に天武天皇となり、一領国家の基礎を築いた。親戚同士、命をかけて戦うなんて辛い話ね。ちょっと待って。血の気の多さで語れば戦国大名でしょう。そうだね。天下統一を目指した織田信長や豊臣秀吉は天皇になろうとはしなかったの？立場や役割が全く違うからの。天皇は将軍という名誉を与える側で、将軍はありがたく受け取る側だった。つまり、権威と権力がはっきりと分かれておったのだよ。天皇は国を治める人を任命する権威を持ち、将軍は実際に世の中を支配する権力を持っていた。天皇は信頼を持っていて、将軍は戦う力を持っていた。将軍が天皇に逆らわなかったのは、自分が権力のトップにいることの正当性を得るためなのだ。将軍は天皇からの太鼓判が欲しかったんだ。内閣総理大臣も天皇からの任命を受けているから、昔も今も変わらないのね。ねえ、ひねくれたこと言っていい？程度によるが、女性には自分の子供が誰との子供か分かりやすいけど、男性には分かりにくいことがあるじゃない？浮気相手との子？天皇家は何年続いているんだっけ？約2700年よ。2700年の間には別の血統が混じったこともあるんじゃない？とんこくんは誰との子だね？とんこの母と父の子よ。お母さんの浮気を疑ったことはあるかい？あるわけないでしょ？ここはちょっと DNA 鑑定をしてもらおうかのう。は？何言ってんの？ウサティはどんな家系の生まれかの？
私のご先祖様は戦国武将の下で足軽として戦っていたみたい。けれど戦に負けて君主を失ってしまい、山奥に逃げて生き延びたっておばあちゃんから聞いてるよ。昔は戦に負けると主人と共に命を絶つことがあったが、ウサティのご先祖様が戦乱を生き延びてくれたおかげで、今のウサティがいるんだな。そう、私のお母さんがいるのも、おばあちゃんがいるのも、ご先祖様のおかげなの。おばあちゃんやお母さんが浮気していたなんて、私考えたことがないし、疑いたくないな。歴史を疑うことは、自分の存在を疑うことでもある。仮にすべてを疑ったら、歴史を記録に残すこともままならぬ。今の時代は、ネット上でみんなが好き勝手なことを書いているから、見ていて気分がめいることもあるの。私は皇族の浮気は、私のお母さんの浮気よりもありえないことだと思うよ。一般国民とは違って、天皇ご一家にはボディーガードやお手伝いさんがいて、そばで必ず誰かが見守っているでしょ？そうじゃのう。現実を無視して妄想を膨らませても何も得るものはないのにな。じゃあさ、悠仁様がいずれ天皇になるとして、結婚後男の子が生まれなかったらどうなるの？結婚したお相手にとっても、男子を産まなきゃいけないっていうのは強いプレッシャーだよね。そうじゃな。男系による天皇の血統を維持しつつ、皇族数の減少に対応するために、現在大きく2つの案が出ておる。その一つが、旧宮家の復活じゃ。宮家ってなんだっけ？皇族の一家を宮家と呼ぶのじゃが、旧宮家の数は11じゃ。旧宮家はどうして皇族ではなくなったの？戦後、GHQ による経済的圧迫と、当時の日本政府が小さな皇室を目指したことで、11の宮家が皇籍を離脱した。その旧宮家を復活させることが一つ目の案だ。戦後に宮家が11も減っていたのね。当時は80年後にどうなっているのかなんて考えていなかったでしょうね。でも、旧宮家を復活させるってどういうふうに？旧宮家の男系男子を現在の宮家の養子として皇族に迎え入れるんじゃ。男性だけが持つ天皇の Y 遺伝子を安定して引き継ぐためにってこと？そういうことじゃ。そしてもう一つ議論されているのは、女性皇族が結婚後も皇室に残って女性宮家を創設することじゃ。新しい高市内閣の下で議論が進むと良いな。皇族と国民の明るい未来のために。あら、もう5時。旦那が仕事から帰ってきちゃう。週刊誌の整理は進んだのかの？明日の回収には間に合いそうもないね。なんだか捨てるのがもったいなくなっちゃった。ご視聴ありがとうございました。またお会いできますように、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。